それではただいまからデトックスマシンゴッドクリーナーゴールドの使い方についてのポイントをご説明させていただきます。皆様のお手元にこちらのカラーの取扱説明書があるかと思いますので、こちらの内容に従ってポイントをご説明させていただきます。まず、1枚開いていただいて1ページ目ですね。1ページ目、こちらに警告欄が下段にあると思いますけれども、こちらの中で特に重要な内容は1行目、妊産婦および授乳期の方というふうに書いておりますけれども、このデトックスの機械っていうのはですね、デトックスをすると人が本来持っているデトックス機能がさらにアップするということでですね、妊娠中および授乳期のお母さん方がこのデトックスをすることによってですね、胎児あるいはおっぱいを通して乳児にどんどん出ていってしまうということが懸念されるので、これらの方はこのデトックスの機会をお控えいただくようにお願いしています。ただ授乳中になった時期においてはですね、例えば離乳食を与えている、あるいはミルクを与えるというような形で3日ないし4日間その授乳を中断してですね、デトックスをすることは例外的にどうしてもご希望ということであればそのような形でやっていただくことをお話ししております。あとはですね、3行目に傷あるいは皮膚疾患というふうに書いておりますけれども、例えば傷口がパックリ開いている状態、外傷がですね開いているような状態の時にはこのデトックスはお控えください。その他のですね、例えば金属を埋めている方とか、あるいは不整脈、あと重度の精神疾患、ノイローゼ、等ですね、こういう方々に関しては、特に心配はございません。ここに一応注意書きは書いておりますけれども、自律神経系とかですね、そういうことに関しては、さらにこのデトックスをすることによってより体が本来の状態に戻っていきますので、どんどんやるようにお勧めしております。中にですね埋めてる、ペースメーカーのことに関してもですね、時々問い合わせがあるんですけれども、このデトックスの機械のいわゆる電気の量といいますかね、その量は非常に微々たるものなので、特に心配する必要はありませんので、進めてください。ただし、そういうふうな方々がですね、実際にデトックスをやるにあたって、もし途中で何か体に異変があるような場合にはすぐに申し出てくださいということだけお伝えして、スタートしていただければいいかと思います。あとですね、アトピー7歳以下の児童って書いてますけれども、基本的には、特にアトピーの小さいお子さんが最近非常に多いので、7歳以下でもですね、子どもモードで、足を30分間、静かにつけておくことができるお子さんであればやっていただくようにお勧めしております。それからですね、電極カートリッジの寿命についてということで、次のページをめくっていただいて2ページ目ですね。基本的に電極カートリッジというのは約60回前後使えるように一応設定されております。で、やがてですね使っていくうちに色がね、毎回何人かやっていくとその色が薄い人が続けて、起こるようになるという場合にはですね、まず電極を交換してみてください。で、新しい電極と交換して、きちっと出るようであればまさにそのもう寿命が来てるというふうにご判断いただいていいかと思います。はい、電極の寿命についてはですね、今申し上げたように、何人か色が薄い人が続いた場合には新しい電極と交換してみるということがまず必要になります。そしてですね、もう一つは電極は、使っていくうちにですね、このプラスチックのこの下の部分ですね、ここの部分がやがて60回前後使っていくとですね、少しずつ穴が開いてくるんですね。それはなぜかと言いますと、この電極というのは2種類の金属でできてまして、この黒っぽいのがこれチタン、これは Z 戦闘機に使われるような非常に強い超合金です。でその一方でですね、この銀色に見えるこの板、これはステンレスの素材です。
でステンレスというのは鉄の合金なわけで、毎回毎回電気分解をすることによってですね、少しずつ消耗していくわけです。そして最終的に先ほど申し上げましたように、こちらのこの隅っこ、ここが少しずつ穴が開いてき始めます。そうするとですね、色がだんだん薄くなってくるという現象が起きてきます。で、実は初期設定の、パーセンテージですね、それがだいたい 0.2 から 0.3 ぐらいで、この機械は設定されてるんですけれども、やがて、電極が消耗して穴が開き始めるとですね、お塩を通常2杯入れても数字が上がらなくなります。で、数字がお塩を2杯入れても上がらなくなった段階においてはですね、もう交換の時期だよという一つのサインです。で、それを無視してどんどんお塩を入れて、デトックスをしようとするとですね、電極がさらに、異常に溶解をして本来のデトックスがもう進まなくなってしまいますので、その点はご注意ください。それと合わせてですね、常にお店で、このデトックスマシンをご利用になる場合には、常に予備の電極を横に置いておいて、今先ほど申し上げたように、交換をしてみるための予備電極を常に準備いただきたいということをお願いしておきます。続きましてですね、電極カートリッジの差し込み口の防水キャップについてということで、こちらに写真がありますけれども、ちょうど電極を差し込むところに、蓋がついています。これはお水がですね、入らないようにという蓋なので、必ずこの蓋をした状態で当初お水を注ぐ、あるいは30分間のデトックスを終わった後ですね、後処理をする前に必ずこの蓋をしてから後処理をするようにお願いします。続きましてピン折れ注意ということで、お話ししますと、実はこの先ほど申し上げたこの電極を差し込むところに4本のピンが出てるんです。で、そのピンがですね、時々折れて帰ってくるんですね。で、その原因は2つあります。1つは実際にこのオペレートする方がですね、うまく穴に合ってないにもかかわらず力任せに上からこれをグッと押し込んじゃうんですね。そうすると穴に入ってませんからピンが折れてしまうということが原因の一つに挙げられます。それからもう一つはですね、お客様がデトックス中に、この電極を両足で、挟んだ状態でするんですけれども、状態を動かしてしまうとこの電極が横にずれてしまうんですね。それによってピンが折れてしまうということがその原因の2番目として挙げられます。ですので、お客様には足は動かさないようにということを必ずお願いをしてください。はい、それでは続いて4ページの付属品についてのご説明をさせていただきます。はい、それでは付属品についてのご説明をさせていただきます。まずパーツの中でヒューズが2種類あります。一つは 1.5A、もう一つが 3A のヒューズになっております。で、 1.5A はもうほとんどこれが切れることはないんですけれども、一応どこにあるかだけご説明しておきますと、この AC コードを差し込むこの中央のですね、下に引き出し状になってます。で、この引き出しをマイナスドライバーで手前にグッと引っ張ると引き出し状のものがこれ抜けるようになってます。しかしながらほとんどこれは切れることがないので、一応ここにあるんだということだけ知っておいてください。で、通常はですね、エラーが起きたとき、例えば P3 とかですね、エラーが起きたときにはこちらの 3A、これネジになってますので、ぐるぐる回すと外れます。こういう状態で、もしトラブルが起きた場合にはこの 3A のヒューズを一度交換してみてください。過電流が流れたときにこのヒューズが切れることで内部の基板を守ってくれるようになっております。それからビニール袋ですね。ビニール袋はこの中にこういう付属のビニール袋がついております。これはこれの特注の袋なので市販品ではちょっと販売されてないんですけれども、全体をうまくカバーするような形でかぶせていただいて、でここ4箇所をですね、前後ろ4箇所を養生テープで固定していただくと動かなくていいです。で、最後にですね、ここは穴を開けないといけないので、ハサミで
丸く電極を差し込むところ穴を開けてください。こういう状態でですね、このままだと、ビニール袋が破れてキットバスが汚れる場合があるので、通常はこれは予備として使っております。で、その上にですね、これはもう市販の45リットルの一番、普及タイプといいますかねのビニール袋をもう1枚上にかぶせます。そして、ここにかぶせるんですけども、これはちょっと間口が狭いので、やはりここをですね、養生テープで前後ろ4箇所固定するようにですねしていただいて、で通常は一人一人ですね、使い終わったらこの袋ごと取り出してトイレ等に汚れたお水を捨てるという形で、使っていただくようにお勧めしています。でちなみにこの専用の袋はですね、約30枚ぐらいあるんですけども、なくなりましたら70リットル、市販品で70リットルのビニール袋を求めてください。ただそれは非常に深さが深いので、上の20センチぐらいをですね、ハサミで横に切っていただいて、使っていただくとちょうどこれぐらいのサイズの深さになります。ちなみに養生テープはですね、引っ越しなんかに使うこの幅広の5センチサイズのこのテープを使っていただくと、ビニール袋を傷めずにですね、貼ってすぐに透かすことができるので、何度でも使うことができるので、この養生テープをお使いいただくことをお勧めします。はい、続いてお塩なんですけれども、これは私ども酵素塩という名前のお塩を使っております。でお塩がなくなりましたら市販品で、大丈夫ですけれども、基本的にはですね、天然塩でサラサラ系のお塩、こういうふうにね、すぐこぼれるサラサラ系のお塩を使うようにしてください。にがりがいっぱい入っているお塩だとですね、適量の、軽く1杯、これが適量の1杯なんですけれども、これがなかなかにがりが入っているとうまく量が毎回一定量すくえないので、なるべくこういう、サラサラ系のお塩を使っていただくようにお願いしております。続きまして、ちょっと分かりやすいように裸の状態にしますけれども、水栓見ていただきますと分かりますでしょうか。ちょうどこの真ん中からちょっと下のところにラインが入っています。これが水を入れる水栓になります。でまずこの機械を使う前に最初にやっていただきたいことは、この水栓までお水を一旦このままダイレクトで入れます。そして入れたお水を、バケツの方に一旦こちらから移します。で移した状態でですね、水面のところに、見えますでしょうか、マジックで印をつけてください。そうすると毎回一定量のこれ6リットルなんですけども、6リットルのお湯を毎回、定量入れることができるので、そのようにお勧めしております。引き続きヒーターですね。ヒーターについて、メインスイッチはこの上にあります。でヒーターはこちらにあります。で通常はこちら下がオフですけれども、実際に使う時には必ずオンにした状態でヒーターを入れて使ってください。これサーモスタットがついてますので、ある一定温度で上がったり下がったりを繰り返しますので、ただ一つ注意いただきたいのは、使わない時にヒーター入れっぱなしで、例えば、5時間も6時間もつけっぱなしでやりますとですね、中でヒーターが加熱してですね、機械の故障のもとになりますので、必ずこれ終わったらスイッチを切る、あるいはこちらのメインのスイッチを切るということを実行していただきたいと思います。はい、それでは続いてですね、実際にこの機械のオペレーションの方法について今からご説明していきます。それでは実際にデトックスの機械の操作の仕方について今からご説明をさせていただきます。まず最初に6リットルのお湯をフットバスの中に入れます。はい、続いて、電極をこちらの方に差し込みます。
この時に蓋が必ず閉まっていることを確認してからお湯を入れるように注意してください。電極の設定が終わりましたらスイッチを入れます。ヒーターも必ずオンにしてください。じゃあどうぞお願いいたします。はい、こういう状態で、足を入れていただきまして、実際に、操作パネルの操作の仕方についてなんですけれども、その前にお塩を専用のスプーンに軽く山盛り1杯、このくらいですね、このくらい軽く山盛り1杯を足と電極の間に左右1杯ずつ落とし込んでください。で少し足をチャプチャプ動かしていただいて、はい、ありがとうございます。これでお塩を攪拌します。続きまして、実際の操作パネルの使い方についてご説明をいたします。まず左の下、こちらのボタンを最初に押します。そうするとだいたい 0.2 もしくは 0.3 で初期値が設定されておりますけれども、今お塩を入れたことによってだいたい5ないしは6ぐらいまで上がっていきます。でこれはどこまでいくかをかける必要はありませんので、当初の 0.2 ないし 0.3 から数字が変化すれば、もうそのままこちらの右のボタンを押してください。これ一旦ストップボタンを押す形になります。ここで通常は男性モードで設定されております。女性の方も代謝の悪い方が多いので、大人の方は男性モードのままで作業するようにいたします。小学生以下の方はこちらの子供モードですね。なので通常はここは触らないで、そのまま左の上の矢印のこのボタンですね、こちらのボタンを押すとこれでスタート、デトックスのスタートボタンになります。あとはタイマーが30分間自動的に、進みながらデトックスが進んでいくということですね。でこの時にお客様にですね、ヒーター入れてるので暑かったら暑いって言ってくださいということをお伝えすると同時に、これからいろんなものが少しずつ浮遊してきますけれども、その浮遊したものが足を動かしてしまうと沈んでしまうので、これ以降は足を動かさないでくださいねということを必ずお伝えください。あと一つ注意点ですけれども、この機械のトラブルの一つにですね、この電極の差し込み口が折れてしまうということがあるんですね。いわゆるピン折れなんですけれども、それはお客様がこのデトックスをやってる最中に足を左右に動かしてしまう。もう少しこうグッと動かして、はい、グッと動かしてしまうとですね、力が加わってピンが折れてしまいます。なので足を動かさないようにだけお客様にご注意いただくようにお伝えください。以上で一応操作の仕方をご説明終わります。はい、デトックスが30分間行われましたら、最後に機械がピーピーピーという終了音が聞こえます。そして機械が停止しましたら、まず最初にやっていただきたいことは、電極を吹っ飛ばすから外す作業を必ず行ってください。で、この際にですね、この蓋、差し込み口の蓋を必ず差し込み口に、するようにお願いいたします。もしこれを忘れてしまいますと、後で、足を洗うんですけれども、その際に水がですね、この差し込み口に入って機械のトラブルの元になるので、このことだけは必ず実行してください。はい、一応オペレーションが終わりまして、デトックスが終わりましたら、最後にですね、お手入れの方法なんですけれども、このバケツにですね3分の1ほどお水をためていただいて、この電極が汚れが付着しておりますので、まずここのですね、これねじると外れますけれども、この中にいっぱい汚れがつくんですね。ただし洗う時はこのカバーはつけたまま洗ってほしいんですね。お水をためてここで柄を持ってこうシャカシャカシャカとしっかり水の中でゆすいでください。で1回だけだとですね、まだ汚れがついてることがあるので、必ず一度捨て水をして、そして2回目もう一度きれいなお水を入れて、もう一度シャカシャカシャカとやると、でないとですね、
これをわずか1回で、手を抜くとですね、実はこの電極の間に黒い、重金属と言われてるんですけども、付着物が、次の方の「はいどうぞ」ってスイッチを入れた途端にですね、剥がれ落ちてきます。とてもイメージが悪いので、必ず2回しっかりとよく振ってください。あとはですね、メンテナンスの仕方なんですけれども、どうしても毎回やるとですね、この表面に、茶色い色がついてきます。でちょっと汚れが目立ったなと思えば、これだけ外して、お水の中にクエン酸を入れて、そして一晩つけといてください。そうすると朝起きればもうピカピカの新品の状態に戻っていきます。ただしこの電極に関してはですね、クエン酸の中に長時間つけてしまうと金属がどんどん溶けてしまってですね、電極の寿命が短くなってしまいますので、これはもう使い古しの歯ブラシ等でですね、表面を磨くとのレベルにとどめておいてください。どうしてもきれいにしたいんだという場合には、歯磨き粉等でですね、歯磨きチューブ等でですね、こう磨く。そしてあとしっかりお水を流してですね、あとは水分をきれいに拭き取るという形で保管をしていただきたいと思います。あと一つですね、注意いただきたいのは、これは基本的に防水機能があるんですけれども、ここの電極を差し込む4つの穴ですね、こちらは中つながってます。で中に基板があります。ですので、絶対にお水につけないようにしていただきたいんですね。でもし仮にですね、チャポンと落ちたらすぐに拾い出して、一晩24時間ですね、水を切りをして、それから使ってください。わずかでしたらいいんですけれども、これが例えば2分とか3分とか、もうね、それ以上の時間水に浸かった状態ですと、もう中に水が溜まった状態でこのまま使いますと本体の機械の方が壊れてしまいますので、そういう場合には私どもの方にその水に浸かった電極を送り返していただければ、クリーニングリニューアルすることは可能ですので、絶対に使わないようにしてください。最後になりますけれども、実はこの機械は、決められた通りに使っていただくとそんなに大きなトラブルはないんですけれども、私どものところにですね、トラブルが起きて、返ってくる原因を調べてみますとですね、先ほどのピン折れと、そして、今から申し上げるこの電磁波ですね、この電磁波が原因で、中の基板が損傷するというケースが時々見受けられます。電磁波について言えばですね、こちらのこの詳しい資料の中に、詳細を書いておりますけれども、ポイントを申し上げますと、電磁波というのは目に見えないのでとても厄介なんですけれども、2つの流れで電磁波はやってきます。1つは空中を飛んでダイレクトにいきなり、デトックスに飛んでくる場合ですね。それからもう1点はコンセントを通して他の電気製品のコンセントを通してコンセント差し込み口から逆流をしてデトックスの機械に電気が流れてくるという場合2種類あります。ですので、まず基本的には最初の申し上げた飛んでくるものに関してはですね、最低2メートルできれば3メートル以上の距離を置いて、近くに強い電磁波を出すものを置かないということで、強い電磁波って何かと言いますとですね、一つは高温の熱を発するもの、あるいはもう一つはモーターですね、高速の回るモーターを回しているもの、そういうものは大量に電磁波を出しておりますので、そういうものには特に注意いただきたいというふうにお願いしております。あとですね、逆流で言いますと、できれば同じ壁側のコンセントに他の電気製品はつながないようにお願いしています。というのは壁の内側をコードが走っています。でそのコードを通して別のコンセントの差し込み口にあったものに何か電気製品をつなぎました。そうすると壁の中を通してですね、もう一方のこちらのゴッドクリーナーをつないでいるコンセント差し込み口に電気が流れてくるわけですね。そして結果としてデトックスマシンがダメージを受けるということがありますので、同じ壁側に他の強い電磁波を出すものを置かないということをお願いします。
ただですね、省電力の場合、例えばテレビとかパソコンとかそういうレベルのものに関してはそんなに大きな電磁波ではないので、心配する必要はありません。あと一つ、お願いしておきたいのはスマホですね。スマホに関して言うとですね、何が怖いかっていうと、いわゆる通話です。電話の通話状態に関して特に問題がありまして、こちらから相手に対して電話を発信するときに発信ボタンを押しますよね。押して相手とつながった瞬間に過電流がうわっと流れるんですね。あとは相手から来た着信の電話をボタンで取った瞬間に過電流がうわっと流れて、その結果デトックスの機械がダメージを受けるということがありますので、くれぐれも電話についてはこのデトックスをやっている最中には使用にならないようにお客様にお伝えください。以上、注意点についてご説明させていただきました。あとはですね、こちらにですね、こういう詳しいマニュアルがあるんですけれども、そのマニュアルの中にこの先ほど申し上げた、電磁波についての資料とその他もろもろの若干の注意の資料がありますので、こちらを必ずお目通しいただいてから機械を操作いただきますようによろしくお願いいたします。では以上をもちまして、説明を終わらせていただきます。今後これ使っていただく中でですね、何か機械のトラブルが起きた場合にはこちらの、ゴッドクリーナーゴールド機器トラブル対応表という資料があります。この資料に従って、何かトラブルが起きた場合にはまず対処してみてください。で、これでも問題が解決しないよという場合にはですね、私どもの会社フリーダイヤル、もしくは私小橋のですね携帯の方にお問い合わせのお電話をください。詳しくヒアリングをさせていただいた上で、対応をさせていただきます。